それがあなたの望みとあらば。世に連なりし者々よ、今こそ天下風分、すべて怪人に帰すべき時ぞ。おお、信長様万歳。おや、こんなところにいたのですか、勝家。光秀様、決起の場に控えることすら許されぬとは信長公もまた随分と大人げない。全ては私の不徳。そう扱われるだけの不敬を犯してしまったがゆえに。分かっているのならばまあいいでしょう。あの方の先兵としてしかと働きなさい勝家、急ぎ残党処理に回れ。直ちに。かかれ柴田よ、兵糧の手配はどうなっておる。申し訳ありません。未だ手が回らず。クズが。所詮信長様に謀反を起こすような愚か者。先見の明に期待するだけ無駄であろう。次なる戦、お主はおとりを務めるのだ。よいな。はっ。みこし入道のごとく目立ってみせましょう。ただのあやかしかぶれが生意気な。いやいや、これがそうでもないのだ。こやつはかつてな、物陰からじっとお市様のお姿を。失礼。まだ果たさねばならぬ用がありますゆえ、私はこれにて。さっさと行くがよいわ。あの瞬く間の先、あれは何事だ。どうにも戦果が伴わないようですね、勝家。まあ、あの者たちの報告を鵜呑みにする気はありませんが。いえ、全ては私の力不足がゆえ。そう思うのであれば、まずは功績を上げなさい。降格のみで済ませてくれた公の恩義に報いるためにね。はっ。そのためならば私はガキにもなりましょう。所詮は打てど響かぬ鉄か。まあいいでしょう。今日のところはお休みなさい。仰せのままに。そういえば勝家、あなたには機長と蘭丸の捜索も命じていましたね。申し訳ながら未だ足取りもつかめぬ始末。そうですか。まあいいでしょう。あなたに期待するものはその薙刀の腕のみですので。殺しなさい。私が欲し命ずるままに。そして従うのです。たとえ燃え盛る寺の中であろうとも。全てはあなた様と信長様が望まれるままに。今さら何をあがこうともかつては変わらない信長様の視界に入ることもなく、光秀様の信頼を得ることもかなわず、利家様も松様もあの方もまたこの手をすり抜けていった。私は一人だ。もしもう一度だけ
あの方の前に立ったなら、ほんのわずかでも視線を賜れるのだろうか。早はけねか。たわいもない。下天にはびこりし残骸、すべて陸するのみぞ。信長様。誰ぞ。今この時に及んでも未だ知られずか。行こう、一人帽子にふさわしき遥かなる古戦場へ。いい乗り物を手に入れたわ。若き息吹よ、運命を明日を作れ。私にそれができるというのか。くぐつが。思いのほか役にも立たなかったわ。こうして目を閉じれば嫌顔にも思い出す、かつての私が犯したマンダラ模様の過ちを。勝家貴様、しまよったか。信長様に謀反など、それに見慣れぬこの軍勢は。去るお方からの預かり物だ。わかるか。つまり私は選ばれたのだ。魔王、今日がお前の100話目だ。お前を倒し手に入れる王の座を、そしてお市様を。土地狂ったが勝家。勝家ではない。私は海王だ。誰が認めずともこれが私の回帰譚だ。参ります。世の爪2つを交わした程度で何を誇るか。勝家。バカな。こんなはずでは。あれだけいたはずの兵がもう。わらが群れようと所詮はわらよ。
今でも思い出すだけで手足の震えが止まらない。信長様の目をまともに見やることすらかなわない。なんという弱さだ。こんな私がなぜ王など目指そうと考えたのか。もし仮に化粧としての生でも受けられたなら。勝家、すぐに出陣の準備をせよ。竜王と名乗る不届きな蛇を抹殺するのだ。王だと参る。私は信長様を討たんとする親王とはあなたか。正解だが、ここは竜王と呼んでもらいたいな。よく来たな、ゴスピー。悪いことは言わない。兵を引いた方がいい。信長様に挑んだが最後、現実を知らされるだけだ。あはん、ずいぶんと見くびってくれるじゃねえか。政宗様、今のところ奴に敵意は見当たりません。考えにくいですが、休戦を求めに来た可能性も。勝家、敵将と歓談しろとは命じておらぬぞ。それはねえようだぜ小十郎。あの時の私も彼のような表情をしていたのか。傍から見ればさぞや滑稽だったろうな。私は彼にあとは任せたぜ。マグナムブース。さて、あんたの本音を聞かせな。遠慮はいらねえぜ。政宗様を信じろ。どんな言葉でも笑いはしねかつての私も王を自称してあの方に戦いを挑んだ。がこの果てが今のてめえ。無権の霊族ってわけか。てめえが負けたからとて政宗様までがそうなると決まったわけじゃねえ。いや、逃れ得ぬ道だ。私がこの手で止めるのだから。すさぶ俺を醜いと思いてえなら思えばいい。だが俺に恥じるところはねえ。てめえは最後にしくじった。要はここからどうするかだ。勝てよ小十郎。俺に言いたいことがあるんだろう。ならば政宗様、この場をしのぎしその暁にてめえならば、あるいはいや何でもねえ。あんたは見事に這い上がってみせた。俺は敗れた連中全てにそんなチャンスを与えて、竜王の世は理解しただろう。気に入ったならあんたも来な。おめえら小十郎様に失態を見せんじゃねえ。すいません、きっと土下座させてください。伊達氏、あなたが王であるなどと断じて認めない。上等で、その理由は？あれだけの思いをした私を差し置いて他の誰かが王になるなど
受け入れられるものか。頼む、王にならないでくれ。屈した私をこれ以上。おい、さっさと起きな。あんたの目はまだ閉じちゃいねえだろ。なぜなぜこんな私を。なぜ決まってる。あんたが生きてるから、それだけだ。本当にいいのか、私のみそぎに付き合う形で信長様に挑むなど。おっと、勘違いすんなよ勝家。俺たちはもともとおっさんをぶっ倒すつもりだったんだ。まあ先に立ち会わせてやるくらいはしてやってもいい、それだけだ。政宗様、魔王の信条本能寺より火の手が。どうやら先客がいるみたいだぜ。まあいい。私はようやくこの時を迎えられました。ねえ信長公。くせ者がこっちか。懐かしいな。あの日も私は火攻めを試みた。だが今はあの日とは違う。敵は我が目の前にある。勝家、なぜあなたがここにいるのです。光秀様、あなた様もまた望まれたのか。大水私のこれとあなたのそれを一緒にしないでください。光秀勝家、揃いも揃ってうつけたものもの。こりゃおっさん狩りは早い者勝ちだな。分かっている。ここまで来て譲れはしない。せくなよ柴田、お前には政宗様、俺もいる。なんでよりによって明智殿なのだ。信長様をお支えできる数少ない方のはずが。ものにしてはか。面白し。情けないな。こうして走っているだけでも震えがにじみ出てくる。それが生きてるってことだ。恥じる必要はねえさ。光秀様は賢明なのだ。誰にも遮らせはせぬ。先へ進みたくばそれがしを打ち倒して進むがよい。人よも老けたか。なれば魔が時ぞ。英治の任すら務まらぬか。使えぬ傀儡はのたれ死に。あなたは今の私を見てどう思われるだろうか。あの日のような失望だけはもう見たくない。
行ってきな勝家。魔の傀儡を否み竜の傀儡となり果てたか。いや魔王、私は勝家だ。誰が認めずとも私は柴田勝家だ。幾年越しの誓願であるか。よい、許す。もはや私はあなたの配下ではない。絶対無二の王に挑むただ一人の男だ。ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。残るはものよ、その身一つ。なぜ、どうして遮られねばならないのです。あと一歩、あとわずかで私になれるのに。運がなかったのさ。いや、これもあんたへの罰かもな。今この時に何を求むる。芋か王座か。もはやそれらを求める気はない。ただ一つ先への希望が欲しい。おのれ、紛れもなく制され、しかして制されざる者貴様であったか。勝家。私は勝てたのか。信長様を超えたのか。ああ、お前の勝ちだ勝家。お前は切り開いた。自分の力で目を見開けたんだ。私は先を手に入れたんだな。ああ、そういうことだ。Here we go! 帰るぜ勝家。やあ、失礼するぞ。達者かな魔の友よ。貴様は人外の森人風情が何用ぞ。いや、ふと懐かしき若者の顔を思い出してな。その方にも覚えがあろう。かつて反旗を翻したあの世か。やはり貴様の差し金であったか。足利。まあ過ぎたことだ。そう怒るな。それで彼だが、やはり処断してしまったかな。もはやあれは意志すら宿さぬ傀儡ぞ。魔王が息吹の一つとして猿に吹きかけてやったところよ。おお、歯の友に挑ませたのか。なるほどなるほど。帰りがけにでも様子を見に行って構わないかな。はっ、好きにせよ。物の吐息に染まりし者などすでにかけらのようもなし。参ります。
私は命じられたからには果たさねばならない。しかし覇王を信長様に並び称されし。さて、あんたは藩か長か。入ります。私俺なあ、あんた気のせいなら悪いけどさ、体震えてるよな。いざ王を目前とすればおぞけが走るも当然だ。もし怖いんならさ、やめちゃってもよくね。乗り気じゃない賭けって絶対うまくいかねえしさ。そういうわけにはいかない。なぜならこれもまた王命に他ならないのだから。おおねえ、秀吉様とか確かにいかついけどビビるほどのもんじゃ。お前は何も知らないのだ。挑み敗れてみなければこの考えはわからない。ガチンコ勝負でそうだってんならまあしゃあねえよな。錆びた具足と笑わば笑え、返り血を拭う余裕など私には存在しない。おい、ちょっと待てよ。あいつの目、まるで村を失った時の。おお、来たか。主も見やれ。天外に咲くすみれ色の星を。我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。挫折は往々にして人を狂わせる。君のように乗り越えられるものは稀なのだろうね。私はここで再び地に伏せるのか。誰の瞳にも止まらない過疎化試練となり果てるのか。区切りの数字よ。主の不幸には興味も湧くが、ころり寝込ませるとしよう。これも太閤の命ゆえな。犬神屏風様、お願いだ。一刻も早く私をここから連れ去ってくれ。取り逃がしたか。まあよかろう。千鳥の足では不吉の檻からまず抜けられぬ。生き恥をさらし続けるより桜のごとく散らせてやろう。全軍かの先兵をはじめ魔王が息を打尽とせよ。やめろ、近づけないでくれ。王の意義を、サルメン患者の握り拳を、勝ち時の上げ方など忘れて久しい。我らが主を信じよう。ほんの一時耐えるまでぞ。大丈夫さ。君ならやれると信じているよ。かしこまり候。逃げなどするな。そなたもまた一番星よ。手柄とムクロがゴロゴロ横たわっておるわ。はべ
秀吉様が居城の番犬となる許可を。いいよ。けれどくれぐれも超えすぎないようにね。私は門をかたどれ、熱き絆よ。すでに許可はいただいている。永劫に仕え続ける許可を。灰色の雲よ、火を隠せ。この心に差す明るみを一つ残らず消滅しろ。秀吉にその体たらくを見せるとは。なぜそのように驚かれている。あなたにとっては飲みのうごめきに過ぎないはずだ。逃げるのか、忌むべき敵に背を向けるのか。それが仮にも魔王と同格足らんとした男の姿か。半兵衛様よりしかと伺っている。恐れ多くも主に抗い浮き目を見た愚者だとな。愚者か。返す言葉もないな。あなたのように使えるだけではいられなかったのだ。私は一体どこで道を踏み外した。帝の誘いに乗った時か、お市様を欲した時か。この視線だけは今もかつても変わらない。私を狂人と蔑すその瞳だけは。果たすべき役目はあとひふみイムナヤ。最後の砦にしがみつくか。ならばそのまま死絶しろ。わからないのか。ならば私が教えてやる。主への背信の念を凌駕させたその瞬間だ。力なきは罪、罪深きは無力。それがしが本性かどうか、その身で確かめるがよい。仰せの間。拳を天に掲げよ。この我が豊臣に勝利あれ。これ以上お堀の水を抜かせてなるものか。お市様、あなた様を手にしていれば新たなる王として立ち向かえていたのだろうか。力を認めぬ世とはすなわち研鑽を認めぬ世だ。我が国は富、軍は強兵である。いざ進め。いざ承知。戦いとは常に2手3手先を読んで行うものさ。だろう。終わり祭り
柴田勝家、この名乗りですら恐れ多い。また一人この世から私が絶対なる力はあそこにある。残念だね。君がたどり着くことはないよ。この僕がいる限りね。ここから先は僕が直接君の力を試させてもらうよ。ヒメルがくるぶしを浸す兵卒らの涙が見えるか。最強俺様最強宮本武蔵に敵はねえ。やったおや勝負だ。それ様と勝負しつきあり。なんだこの野郎。勝負だ。俺様と勝負しろ。俺様の踊りだ。どけどけ。つまんねえ。俺様一撃だ。まずはそれがしが行く。おのおの奴の泣きどころを見極めよう。悪いね、急いでいるんだ。早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに。よくここまでたどり着けたものだね。君のように生を放棄し続ける者が。あの方がそうせよとおっしゃられた。だから私はたどり着かざるを得なかったんだ。実に哀れましい話だね。言っておくけれど、秀吉を倒すことなど君には不可能だよ。それで何も問題はない。挑めとだけ聞かされた。勝利を得ろとは聞いていない。なぜそこまでたやすく命を捨てる。ほんのわずかにでも今に抗おうという気はないのかい。私とて叶うならば覇王のようになりたかった。他を圧する気配にて皆に崇められたかったんだ。君はどこまでも幸せ者だね。そんな風に甘えながら今を浪費できるのだから。輝ける死か。私には生涯得られぬものだ。せっかくだ。秀吉に会っていくといい。秀吉、君ならばこんな存在をどう導く。過去であろうと未来であろうと我が拳で掴み砕けぬものなどなし。天地を去り我が力に屈せよ。あなたはなぜ王になれたのだ。なぜ
それほどまでの力を得ることができた。過去を捨て乗り越えたからよ。貴様のように囚われていては何もなせぬのだ。破れし記憶にただ怯え歩み出すことを拒否する。その心根こそが貴様を醜く腐らせるものよ。私にかつてを忘れろというのか。あの情景が脳裏を離れたことなど一度としてないのに。貴様はしきりに一の名をつぶやいていたな。過ぎ去りし愛にすがることを虚しいとは感じぬか。それは許されないことなのか。今の代わりにかつての夢を抱いてはいけないのか。過去を砕き愛を捨てよ。そして志のみを抱け。それこそが唯一力を得る方法よ。力強くなる王への道。貴様が本当に力強きを欲するならば今こそ拳を握ってみせよ。最も弱き侍よ。過去を愛を志をその資格があるならば目覚めてみせよ。柴田。己が無力に絶望せよ。首の一つも上げることなく逃げ帰ったかホトトギス。所詮帝ごときに泳がされし者よ。もうよいがどこへなりと行きのたれ死ねえ。貴様ごときを飼い続けた世が浅はかであったわ。どうかお待ちをお許しを。信長様、信長様。これでいいじゃないか。私は解放されたんだ。もうかつての光景に苛まれることもない。私はもう一度強くなれるんだ。マル。私は再び強くなる。王に海王になるんだ。過去愛を志を定めなせよ。春様不在の雨子には将軍家へのご恩がある。そして今僕がそれに報いる時。うわ、不審者ってあれ勝家さんですか？一体何があったんですか？魔王様からのお言葉とか？魔王、信長様、私は負けてなどいない。そんな過去など存在しない。それで我らはこれにてお一人様ご分を。この
の人に勝てたら僕も一人前の武将っすよね、おやっさん。僕はまだまだ半人前ってことがよーく分かったっす。かくなる上はおやっさん。あやかしだ。ちょっと待ってください。おやっさん、おつの拝着。山中鹿之助、操作開始。乱心ですよ、おやっさん。いけない、長政さんや奥様に合わせるわけには。そうか、あの方がどんな皮肉なんだこれは。あら、侵入者みたいね。あれってもしかしてあなたが話していた男かしら。おお、そのようだね。やけにでもなっているのかな。まあどうでもよいことだ。貴様らごときを義輝様のこの絵とは認めん。消え失せ。悪うございました。見たか、私はこれほどまでに強い。忌まわしきかつてなど初めからなかったんだ。長政、完璧なる男からご要望があったわ。あの者の技量、それを引き出すのよ。夫婦仲良くね。同志が撃たれただと。バカな、あれは何者だ。兄者の誓いなのか。わからない。でもとても深く、そして浅く、一と同じ匂いがする。私の起こす仕巻きなど柳をなびかせるがせいぜい。お前たちもっと働いて。アリさんの方がもっと仕事してるわよ。承知いたしました。あなたたちはなぜ一を望むの。一対一にどうしてほしいの。あなたなら教えてくれるの。ようやくお会いできました。あなたも長政様を殺しに来たの。闇と炎の狭間よりいざ舞い上がれ。最終正義。銀元即断。口を挟むは悪である。お市様、
ただあなた様をお慕いしておりました。だがもはやあなた様は私の妨げでしかない。そう、一を殺すのね。ええ、しいし奉ります。私が王であるために。そこまでだ、狼藉者め。潔く名を名乗るがよい。柴田勝いずれ信長様に代わり王を名乗るものだ。我が妻を愛す、手にかける。ふざけるな。これで最も色濃き悪名。諸悪の根源か。それでいい。私はそうして絶対の怪となり果てるのだ。力、立場、そんなものに関わりなく、ただお姿を見られるだけでも幸せでした。愛しきお市様よ、どうか安らかに眠られよ。この私の胸に救った花弁のごとき心とともに。ごめんなさい、柴田様。一の心にはもう白いお花が咲いているの。玉政様を殺さないで。お願い、お願い、お願い。みんな長政様の敵。みんな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 。お市様をかどわかせし悪鬼よ、今度こそこの儀式だけは遮らせない。ああ、消えた。愛が消えた。過去も砕けた。愛も捨てた。あとはただ一つ、志を定めの壁は破れ、佐賀軍の壁は破らせぬわ。この戦、帝は娯楽のおつもりでも我らは命がけよ。志とは何だろう。この天津地に対しての思いかよ。そんなものありはしない。称えられればそれだけで。なんだ、お市様まで手にかけたというの。志なんてかけらも手に入らないじゃないか。足利様のため敵の力を引き出す、それも我らがお役目。面白くもない知れ事だな。征夷大将軍に反目するなど。私は門をかたどれ、熱き絆よ。我らは足利将軍家なのだぞ。いい乗り物を手に入れたわ。わらわの身内が世話になったみたいね。ああ、安心なさい。仇討ちなんて柄じゃないもの。
言葉の一つくらいは返しなさいな。味気ない男。あなたは義輝にとって思い出深い男みたいね。何があったのか語ってみるのも良いのではなくて。そうだんまりね。本当につまらない男。あなたが一致を得ていれば何か変わったのかしら。まあどうでもいいことね。すでに長政もいないんだし。お市様。お色直しの時間。全てを捨てまた得ようとしてもかなわない。帝よ、私は次に何をかければいいのだ。違うぞ、初めの友よ。その方に求めたのはそんな顔ではなかったのだ。おお、戦場が回っておる。義輝様を軸としてな。義輝様はまだまだ物足りぬとおっしゃるで。若き息吹よ、運命を、明日を作れ。私にそれができるというのか。覚えているか、友よ。その方に兵を貸し与えたあの日のこと。かねてより世は限りなき天下を嘆いていた。そんな中、野心にたぎるその方は別格と思えたのだ。人に機会を与え、熱をはらみゆく糧とする。そう、その方こそが世に道楽を教えたのだ。ここまで来たからには告げるべきことの葉もあろう。さあ、存分に語ってくれ。世が聞き入れようではないか。あなたか。あなたさえ言いなければ。返してくれ、お市様。進化の座を、織田での日々を。遠く限りし初めの友よ。その方に回せる番はない。ああ、私はすでに終わっている。ならばせめてもう一つの本当の終わりを。その方をここから下ろす。それが胴元たる世の役目でもあろう。長かった。本当にヘドが出るほどに長い夢だった。まだ終わらぬとも。いいな。これはいい。この視線だけは今もかつても変わらない。私を狂人と蔑むその瞳だけは。これでようやく崩折れる以外の何かをその方には期待したのだがな。
新たな世、異なる道にて生きるがよい。さらばだ、烈火のごとき始まりのほてりよ。あ